名古屋市緑区のとある喫茶店。大人たちが集まっていますが、何をしているんでしょうか。すっごい音立ててますけど、これお行儀が悪いわけじゃありません。彼らがしているのはコーヒーのテイスティング。皆さんはコーヒーアミーゴスチューブというコーヒー好きが集まるサークルのメンバー。この日はタイで栽培されたコーヒーのテイスティングをしていたんです。する。でもお湯入れると全然お湯入れると全然味が違う。変わりますよね。まさかこんな味になると思わなかった。メンバーから一目置かれているのがこの方、林哲也さん。焙煎体験という企画があったんですけども、そこでちょっと林さんのところにお宅にお伺いして、林さんのところの焙煎機を使って焙煎されたりとかで、その焙煎機ちょっと拝見したんですけども、なんかいろいろ工夫されてて、原型をちょっととどめない改造をなんかこう原型をとどめない焙煎機、面白そうだから見せてもらってもいいですか。岐阜県中津川市にある林さんのご自宅。なんだかのどかでいいところですね。お住まいの横に畑があって、その向こうありました。ここが林さんの焙煎秘密基地。こんにちは。もしかしてこれが噂の焙煎機ですか。本格的ですね。コーヒーの焙煎はあくまでも趣味の林さん。それにしてもこの焙煎機高かったんじゃないんですか。この機械ですか。200万ちょっと超えてますね。はい。ご存知かとは思いますが、焙煎とはコーヒー豆をローストすることでコーヒーの味や香りを決定づける最初の工程なんです。匂いを嗅いで香りのチェックかな。今度は耳にくっつけちゃった。なんで。ここで匂いを嗅いだり、釜の、中の音を確認したりしてます。はい。音がするんですか。これそうですね。焙煎は1ハゼとか2ハゼとかってある程度焙煎状態の状況を確認するハゼがあるんですけども。皆さん聞こえますか。確かにパチパチ言ってますね。音を聞きながら豆を取り出すタイミングを測ります。このホースは自分でつけちゃったそうなんです。ちょっとね豆の種類によっては分かりづらいものがありますので、そういう時はちょっとこれで聞きながら瞬時、開けるっていう形をします。匂いを嗅いで音を聞く。豆と対話しながら焙煎する林さん。これも全て自分が理想とする究極の一杯を生み出すためなんです。突然スイッチを切り替える林さん。絶妙なタイミングで豆を取り出しました。
ここまで本格的だとプロの仕事を見ているような錯覚に陥っちゃいますよね。これが林さん自慢のコーヒー。色ムラのない美しい褐色。豆がぷっくり美味しそうに膨らんで見えます。一体どんなタイミングで焙煎機から出すんでしょうか。シワと膨らみと色でもって私取り出してるんですけど、一番甘みの出るポイントで取り出してます。そう、林さんが求めているのはすっきりとした甘みを持つ雑味のないコーヒー。最初は銀杏をいる小さな網を使い庭のピザ窯でローストしていた林さん。焙煎を始めた理由を伺うと、産業設備関係の、部署にいまして、で、営業を担当した部署に時にお客さんと行く時に私の焙煎した豆を手土産で持って行ってんですけど、私の営業ツールでした。はい。サラリーマン時代お得意先から喜ばれたことからコーヒーの焙煎にはまり、51歳の時焙煎機を購入。林さんのコーヒーを心待ちにする人がどんどん増え、自宅の庭に焙煎小屋まで作ってしまったんです。そういえばサークルの仲間が原型をとどめない焙煎機って言ってましたけど、どんなところを改良したんですか？焙煎機でですね、使い勝手の悪いところがいろいろありまして、で例えばガスメーターがここについていたんですけども、で焙煎するたびに目をメーターの高さまでして、でガス圧を調整していたんですけど、このメーターをここへ持ってきました。目の高さへ。ちなみに一般的な焙煎機と比べてみると、ガスメーター以外にも様々な違いが。それがこの窓。小さくて丸い形ですが、林さんのマシンは鉄板をくり抜き、そこに耐熱ガラスをはめ、ガスの調整をしやすくしているんです。さらにこのシリンダーと呼ばれる窯、外側を断熱材でくるんじゃったんです。林さん、美味しさのためにはそこまで必要なんですかね？だと思いますね。はい。販売していただいた業者さんにその話をしたら、このシリンダー、この元のシリンダーの中に断熱材が入っているからそんな必要ないよって言われたんですけど、少し大きく私は違うと思いますけど、ちょっとそこら辺は、はいはい、思い込みかもしれないし、ちょっとわからないですね。はい。どっちが正解なんでしょうね。いや、私は自分が正解だと思ってます。はい。コーヒーに関しては己の信念を貫く林さん。この後さらなるこだわりを拝見。